今日は Netflix にある旅したくなるような映画やドラマ、そして番組を紹介したいと思います。なんで今回ね、旅っていうテーマにしたかというと、もう私自身今一番したいこと、それなんだよね。エドもね、やっぱカナダにも帰りたいでしょ。だからそう思わせてくれる映画などを紹介したいと思います。私からでもね、これちょっと普通にフリートークなんだけど、ノマドランド見た？見た。めっちゃいいよね。綺麗だった。ほんと綺麗だったよね。アカデミー賞受賞した映画なんですけど、もうあれをね見て映画館で本当になんか苦しかった。わかる。なんかそういうリアルすぎの映画で、すごいリアルなんだよね。めっちゃ良かった景色めっちゃ綺麗。そう、アメリカのなんか砂漠みたいな感じの景色で、私がちいちゃんとね行ったロードトリップをすっごい思い出したの、映画を見て。そうだからあれを見て、やっぱり旅っていいなって思ったので、今回は何個かそう思わせてくれる映画を紹介します。はい、まず私からはMidnight in Paris。ミッドナイトインパリかな、日本語。パリのミッドナイト。で見たことある？ある。何回もめっちゃ好き。私も大好き。いいよね。めっちゃ好き。あれもう本当に大好き。なんか主人公がパリに行って、タイムスリップしちゃうんだよね。でそれが昔のパリが一番20年代のそう一番こう芸術家とか、なんかそういうアーティストたちが一番集まってた時代にタイムスリップしちゃって、いろんなね芸術家が出てくるんだよね。ダリとかのダリめっちゃ似てるよね。そう本当に受けた。本当にそれが面白くて、時代のさ衣装とかもすごい綺麗だし、すごい好きなの、ああいうなんか感じ。めっちゃ可愛いし。そうでパリが舞台だからすっごいパリにね行きたくなるよね。Vlog、1回目の Vlog でちーちゃんにこういうオープニング、Midnight in Paris のオープニングが本当すっごい長い間パリの景色だけを永遠と流してるのね。それがすごい好きで、それをねちーちゃんにこれ見てみたいな、オープニングこういう感じの Vlog にしたいって言って、1個目の Vlog あれをイメージして。なるほど、大好きなんだよね。いやめっちゃいい。いいよね。で今Netflixに結構見やすいし。そうぜひ見てください。これは日本のタイトルだ。英語だと In the Mood for Love、で日本語だと歌謡年歌というタイトル。In the Mood for Love じゃないんです。違うんだね、そのままじゃなかったんだね。これは香港の映画で、中国が特に香港の景色を見たい時に、よく見て。いいよね、私も監督好き。そうかわいい。めっちゃ素敵だし、あとマギちゃんの衣装、マギちゃんも素敵だし、マギちゃんの衣装もめっちゃ素敵だから、なんかこれもちょっとタイムスリップじゃないですか。そうだね、ちょっと昔の香港だし、なんか旅っていう今回だけど、旅とちょっとタイムスリップしたいの部分もあるかなと。街がね。そうストーリーあるより、もうなんて言えばいい、2時間で雰囲気を感じるぐらい世界観、そうって感じだからめっちゃおすすめですよ。なんかNetflix は知らなかったの？いや最近めっちゃ最近。そうだよね、なかったよね。同じ監督のあと見本が最近載せてたから。そうなんだ。なんかさ、ウォンカワイの作品Netflixに全然ないって思ってて、ちょっと悲しかった。なんかどこで見れるんだろうみたいな。そしたらね、あったの。やっとよかった。なので皆さんもぜひ見てください。次、私からはですね、英語だと The Holiday っていう映画で、これね、クリスマスムービーなんで、どっちかというと、で私が毎年クリスマス前の時期になったら絶対見るの。なんかすごいラブストーリーなんだけど、言うたら結構ありそうなラブストーリーなんだけど、フィクションすぎ。なんかなんていうの、こうハリウッドで働いてるすごい売れてるその仕事をしてる女性と、あとイギリスの田舎に住んでる女の子が2人が失恋をしちゃったの、クリスマス前に。でもうじゃあここから抜け出したいって言って家をスワップするの。でお互い全然違うとこでちょっと住んでみたいな。でその2人がどうやって家をスワップ、なんか知り合い？ネットでそういうコミュニティみたいな。家スワップしたい人。そう、ちょっと前の映画なんだけどね。面
面白い。見たことないけど。面白いよ。それがどんな旅？それは普通になんかそのロスのね、ああいうあったかい感じも出てくれば、なんかイギリスの田舎の超寒いその雪が積もって超クリスマスっぽい感じ、もう両方見れるから、私は両方好きだから。なんかマリカの両方のテンションじゃないですか。ロスよく行って、だけどシステムちょっとイギリスも好きだから、多分私にすごいハマる映画だったよね、実際。それが面白いのと、あと行った先々でもちろん恋愛が起きて、なんかそれもなんかさ、別にそうなんかすっごいドラマチックとかじゃないんだけど、なんかいいラブストーリーって感じ。じゃあエド、次はエドの次は朝ニューシネマパラダイス。これ結構昔に見てたんだけど、まあ、イタリアの景色を綺麗に見える映画で、だよね、南イタリアだよね。そうだよね、シチリアと映画館だっけ。そうだよね。子供が映画が好きだけど、まあ、その時期に教会が見れる映画がちょっとコントロールされたからなかなか見れないけど、近所の映画館の管理してる人と仲良くなって、まあ、裏でちょくちょく映画見たりとかで、その人のなんか成長のストーリーとか、まあ、レネの話も入ってるけど、めっちゃ綺麗にそういう昔のイタリアの、あれっていつの映画なんだ？だいぶ前の映画気がする。だよね。結構80年代。88年の映画で、だけどすごく綺麗し、なんか昔に見て、そうクラシックで、あと最近ネットフリックスに出たから、なんかちょっと見直したいなと思ってるけど、おすすめです。本当に綺麗。次、私の最後はアメリ。アメリ。これもね、まあみんな多分好きって人多いと思うんだけど、ザ・フレンチムービー。そう、でも初めて見た時結構衝撃だったの。なんで？なんかね、結構なんて言うんだろう、なんか感情的な映画なのね。結構主人公もすっごいいろんな感情を持ってて、でなんか不思議な女の子だね、その子結構なんかユニークな性格の女の子で、なんかでもすごいピュアなんだけどね、自分のことみたいな感じで、その子がの目線の映画で、でまあもちろんこれもまたパリなんだけど、だからすごいパリのああいう景色で、ちょっとなんていうんだろう、レトロ風に撮ってるっていうか、そのスタイル、だいぶ前の映画もそうです。そうだね、そうだからそういう世界観がやっぱ好きなんだろうね、ヨーロッパの感じがちょっとヴィンテージが分かる、めっちゃ好きで、あれもなんかアメリが恋をするんだけどピュアなんだよね、それが可愛いって思っちゃってか、女の子そうだよねみたいな。私見たことない、意外と。でもないなんかね、ちょっとコミカルかも。なんかみんな好きだから、見ようと思う。多分見たらなんでみんなが好きか分かるよ。そういう作品なの分かってるからいつか見ようと思ってるけど、なかなかなんか当たり前すぎだからいい映画として、だからちょっと最近見ない。だけど見てみたい。見てみて。ホリデーとアメリ見てみて。見る。じゃあエドの最後は。最後の。これローマ。これはネットフリックスの映画で。オリジナル。メキシコの監督さんが監督してくれて、まあなんかこれあれ全部結構ヴィンテージ。これはメキシコの50年代から70年代頃の映画で、まあちょっとそういう結構メキシコの貧困問題が結構強いので、リッチな家族で働いてるのをなんて言われる、手伝い、家政婦がメイドのまあ物語って感じで、なんかなかなか多分メキシコのシネマの中でもあんまりなんか語るべきのストーリーじゃなかった。いつもリッチな家族の人たちだけど、その近くに行ったのメイドさんが自分も一人が持っているよっていう感じでなんかの映画。白黒だよね。白黒。いやすごい素敵な映画だし、めっちゃ綺麗だし、本当におすすめだなと思うし、なんかメキシコは出身だからみんなメキシコのことをしてほしいなと思うので、ちょっと紹介したかったなと思った。いいね。
Selling Sunset Yes, baby! セリングサンセット、これ旅したくなるっていうがなんだけど、もう本当に今6個紹介するの全く別ジャンルとして捉えてほしくて、このままのテンションで見ないでほしい。はいはいはい。ね、わかる？ちゃんと一作に紹介して最後にセリングサンセットだけど、これはまあリアリティショーかな、あれは。ネットフリックスのリアリティショーでロスの不動産屋で働く女の子たちのリアリティショーで。でもなんか普通の女の子じゃなくて、そうなの。不動産屋さんで働くのはみんなもう背が高くて体もすごい高な感じで、化粧もすごいめっちゃしてるタイトドレス、ギャル、LA ギャルみたいな、LA ギャル、イケイケ LA ギャルみたいな、お金も持ってるし、もちろんすごいライフスタイルの人女の子たちが不動産ね、エージェントやってて、もう大豪邸をバンバン売るわけ。かっこいいよね。そう、かっこいい。なんか不動屋さんかけるカーダシアンみたいな感じが結構するとか。で、その女の子たちだからさ、やっぱこう喧嘩したりとか、なんかそれこそあの子がああだったとか、なんか言ってなんかまた喧嘩してみたいな、そういうのもねあるから、なんか楽に見えるよね。なんか私がこれシーズン1だった時に友達と一緒に。なんかとりあえずなんかわかんないけど見てみようってなんてゴミテレビジョンみたいな感じでなんかゴミ番組みたいな感じだけどなんか気づいたらなんかめっちゃわかる。ちょっとめっちゃストーリーにインベストメント。最初私も絶対見ないみたいな。でちいちゃんがちょっとチラッと言ってたんだけど、いやーみたいな。でちょっと見て一緒に見たんだっけ？見せてくれたんだっけ？そう絶対見てって言って。絶対見てって言って、へーみたいな。見たらもう。やばい大好きみたいな。かっこいいし、じゃあガンガンいいよいっぱい言って、みんななんか、I'm a businesswoman, I just made like a $30,000 commission みたいな感じで、なんかすごい夢あるんだよね。そうで、なんかその家とかもさ、本当にすごいわけ。ね。プールもついてるし、もうなんか普通のプールじゃなくて、なんか60平米のなんかプールで、で、なんかもうすごいよね。景色バーみたいな感じで。夢あるなみたいな。別に住みたいかどうかはまた別の話だけど、すごいみたいな感じで、意外と面白い。なんか、なんて言えばいい？紹介した映画の中は結構なんかそういう旅をしたからロマンチックな、綺麗な景色。結構ロマンチックだね。これは、ローズいいなみたいな感じのテンション。ロスいいな。楽しそうだね。楽しそう、ワイワイとか。そう。みたいな番外編でちょっと一個つけさせてもらいました。いいな。どうしようこれさ、大丈夫かな？みんな見てくれるかな？いや見てくれた方がいいよ。ちょっとわらみたいなぐらいのテンションで見てみてください。面白いね。1話で止まらなくてもちゃんとシーズン1ぐらい見たらわけわかんないんだけど好きになるよ。そう、わけわかんないんだよ。わけわかんない。何がこの番組が言いたいのか。まあでもそんな感じです。はい。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひおすすめ見てみてください。じゃあねー。